イカラドジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説 Day1、9月シーズン Day1 やっていきたいと思います。ちょっとね、動画撮るの久しぶりになったんですけど、いろいろ疲れちゃって、ずっとね、毎日投稿とかもやってたんですけど、動画だったりとか、ちょっとね、このクランリーグ初日でもう、どっと疲れが溜まりまして、結果早速見ていきましょう。30対36ということでね、初戦から攻め残しが2つ入りつつ、星1も2つだった気がする。2つ入りつつ、僕もね、時間切れ 98% でもう、一気に疲れが溜まりまして、それでちょっと動画ね、撮るモチベーションもなくなってたので、対戦もないですし、ということで、1週間ぐらいかな。一切動画を上げないということをね、ちょっとやってみました。ちょっとね、もうすでにね、1位は無理かなって感じなんですけど、早速やっていきたいと思います。カズマくん、61タイタンですね。今月はタイタンでやってるみたいです。結構カズマくんは毎月やってる編成が変わってて、先月はスーパーチャやってた気がしますけど、多分レジェンドとかもね、練習目的でいろいろ編成変えてっていうやり方をしてると思うんですが、今はタイタンのようですね。モノリスを壊しつつタウンホールを破壊して、タイチクロス残したので、これはタイチクロスまでおでんで取っていきたいという形かな。スニゴブとスーパーウォールブレーカー採用してますね。おでんそれないようにスニゴブでカットしてあげつつ、タイチクロスのタゲ取ったらシューターセットって形ですね。ベビドラカットも入っていって、この細い道の方から入れていくような形にしていくのかな。ここはホグ展開で巨爆だったりテスラのチェックをまずは行っていきますが、両方ないと。シューターの方も綺麗にタイチクロスターゲット取ることできてますね。ここはホーミングチェックのバルーンも通しつつ、タイチクロスを折れる3段ついたら本体スタートするような形ですね。はい、来ました。このホーミングチェックのバルーンもね、かなり奥のところまでしっかり入りつつ、援軍はネックロとアイゴレですね。ストライカーの立ち位置が悪い。これはいいトームですね。早めにオーデンの HP 持ってかれない間にトームをかけつつ、さあ、アイゴレとバルーンが投石区画に入っていきます。このアイゴレちょっと嫌ですが、ジャンプをきつつ、タウンの横打ち入るので、できるだけ早く突破していきたいんですが、避けてくれましたね。さあ、奥進んで、本来ならばね、こういうところでトームを打っていきたいところなんですが、ストライカーとの当たり方が悪かったので、もうすでに使ってしまっていると。ラストレイジをまだ手元に残しつつ、ヒーラーとかもね、落ちてき始めてるので、ラスト最後どこに打つのか。ヒーラーは2体、HP もギリギリですね。ここ1体になっていきつつ、ロイヤルチャンピオンの方に残すのかな、そうすると。タウンホールがシューターでしっかり落とすことができてて、クロークももうそろそろ、いいウォールブレーカー入ってきた。めっちゃいい、そのウォールブレーカー。素晴らしいウォールブレーカー入って、クイーン投石処理しつつ、リックスケルトンは、エレクトロタイタンが一瞬で飛ばして、キングがシューター破裂させたので、そこにストライカー即合わせ。結局、レイジは手元に残ったまま、ロイヤルチャンピオン能力残ってるので、タイチクロスとかその辺にレイジ合わせていきたい流れかな。裏、タイタンの方打ってきましたね。タイタンストライカーの方にレイジかけて。強っ。何でもできますね。ウォールブレーカー裏からかけて、ストライカーじゃねえや。ブーメラン終了と。上手い人は何やっても上手いね。余裕の全開。さあ、クイヒーのスーパーホグ。ウォールブレーカーとかもないので数がかなり多いですね。9体も積んでて、ここはキングでタウンホール狙う形かな、そうなると。キングでタウンホール狙って、9時区画の方にクイヒーを誘導するような流れかな。この配置反転してるけどよく見る配置かな。キングにストライカー合わせて、これタウンホールキングで取れるの美味しいっすね。タウン区画がそんなに火力高くないので、前のところがね。で、シューターここで3時置いてきましたね。これあれか。ナビも使ってたからな、この配置。もしかしたら取り方知ってるのかもしれないですね。タウンホール即合わせのフィスト入れて、援軍とかはどうでしょう？釣れないかな？これで釣れてきそう。全部釣れましたね。
ここは、インビジブルで隠してクイヒーの方を強制しつつ、迫撃砲のターゲットできればね、ババアちゃん持ってきてたんで多分やるつもりだったと思うんですけど、クイヒーの方がね。しかも入らない。宝石まで取ってほしいな、シューターは。投石の方をシューターが殴り始めて、多分4時からホグはスタートするんかなーって感じはするんですけど、クイーンはそういう戻り方してくれんのか、熱いな。レイジ打って、上から行くかな。面細いのは4時だけど、クイヒーの動き待たなきゃいけないからな、上だと。やはり下からですね。ロイヤルチャンピオンの方をイエティ処理して、大工にホグスタートですね。全部出したね、これ。ここはモノリスの方も、これで、キングがさっき通ってたので、陸のね、トラップ系のものが今、巨爆の後はあるんですけど、すでにキングで剥がれてたって感じですね。で、フリーズレイジをホグの方に合わせてあげつつ、強なんか上にすげえですらある。12時にすげえですらあるんですけど、残してたバルーンを合わせて、ナイス全開と。この大工スタートのホグうまいな。スケルトンの呪文も予備で持ってきてたと思うんですが、余裕に全開なので、回収に回していきます。ナイス全開。バーサス。星3、61天才、ゴーレム2枚積みですね。この配置も、あれだな。フラッシュチャンプスかトライブあたり、やってた気しますけど。さあ、ここは上が、レイジターンも巻き込んで、対地マルチ IT レイジターを追っていきます。ゴーレム2体編成珍しいですね。ロイちゃん用に最後回すのか、ゴレクイに1枚で、ロイちゃんに1枚なのかな、基本は。もしくは、って感じですが、レイジターンの効果が切れるのを待って、ここはジャイベビドラからスタートしていきます。ここはまだ1枚目も使ってきませんね。よし、ランチャー通しつつ、こうなると、クイーン用に1枚使って、キングへ行ってほしかったな。行ってほしかったところで、マルチ IT2 本をね、多分キングで1枚、シューターで1枚みたいな担当だったと思うんですけど、さあここでゴーレム入っていきます。援軍はなんか変なの来ましたね。イエティの方で上のマルチは降りましたが、真ん中イーグルとマルチ IT 残っちゃいましたね。ホッサンのアタックがね、ヒーローパート事故ってからがスタートなんで、さあラバルパートでここはリカバリーを入れていきます。速攻のクイーンクローク、クイーン処理までやりつつ、本来はね、下の投石機をクイーンで拾っていくようなやり方していくと思ったんですが、ただしっかりこれポイズンタワーのタグをラバハウンドですって言って、これマジで大事ですね。タウンホールがそろそろ起動するので、レイジトーム一気にかけていきます。ゴーレムで対地クロス大砲のタゲをね、裏から取らせて、ロイヤルチャンピオンを差し込んでいく。投石のタゲだけそうするとロイちゃんに当たる形ですね。このゴーレム強いな。そして D が一度ここはタゲリセットかけてくれつつ、スケルトンの呪文も置いて、対地クロスだったり、ロイヤルチャンピオンのね、タゲを取っていくような形。さあ、フリーズかけて、これはストライカー処理とロイヤルチャンピオンの延命を行っていきます。なんか手元にホグ6枚ある。このホグ6枚を裏からジャイホグで挟み込んでいくと、なるほど。対空砲もあるっていうところでね、バルーンで落とすよりはホグの方がコスパ的にもいいんじゃないかという、そういう形ですかね。さあ、これはなぜか呪文が2枚も余ってたので、1枚使いつつ、なぜかもう1枚余っていると。なんでですかね。タウンラバルって結構フリーズ消費しちゃうんですけどね。レイジトームで一気にタウンホール突破して、ロイちゃんのためのフリーズを一発撃ってっていうところで、他フリーズを使わずに済むっていうところでしたね。結構クイーンそれたところでリカバリでフリーズ使っちゃいそうな感じだったんですけど、素晴らしい展開でしたね。さあ、リュウタ君、クイヒーのホグ。
4時スタートしていきつつ、ガーゴイルからのバルーン展開。これで対空砲のタゲを一発吸ったような形ですね。で、突撃艦をそこに合わせていくと。フォーミングがあったら怖いところだったんですが、しっかり、トルネードはありましたと。かなり奥の方にありますね。さあ、ここ援軍も連れて行きつつ、変な援軍ここも出てきます。さあ、ストライカーの方にここはポイズン打てますね。対空砲れて、早めにインドラと、やばすぎでしょ、それ。見た真ん中マルチまで折れたんだけど。これは上振れすぎ。真ん中のマルチ IT まで吹き飛びました。配置クロス、宝石、ロイヤルチャンピオン、マルチ IT までをレイジーイエティのみで突破しちゃうという、とんでもない爆発ですね。大空をまずは下切っていきつつ、レイジからのここはインビジブルですね。ポイズンターンも入ってるので、ヒーラーの回復量も若干落ちるというところ。さあ、そこでスケルトンの呪文を使ってモノリスのターゲットを取りに行く。これ、モノリスの周りに防衛施設が1個もないんで、あるのはヤスリーパーと呪文ターなんで、モノリスのターゲットがひたすらスケルトンで取れるっていうことで、フリーズよりもスケルトンの方が、いい場面ですね。で、外周部エリクサータンクをガン切りしつつ、上の方からホグ展開、キングの方も流して使ってます。しっかりこれはクイーンの方が上に進むところ、外周部もベビドラとホグライダーを使って内側の方へ進めていくというか、サイドカットをやってますね。さあ、レイジトーム、ホグに合わせつつ、スケルトンの呪文が切れていく頃には、ロイヤルチャン、クイーンの方ね、しっかり黒く合わせるところまで来ている。スケルトンの呪文1枚でここまでね、完封できたのがね、時間だいぶ取ってくれましたね。さあ、もう1枚フリーズがあるところ、テスラモリ最後固まってるんですけど、ロイヤルチャンピオンも能力残ってる状況で最後、しっかり裏ホグも合わせつつ、完璧なアタックですね。初手のね、バックアド、イエティと、V ヒーのルートがめちゃめちゃ噛み合ってたかなというところでした。さあ、コマくん、スーパーバーバリアンですね。まずはウォーデンだけ置いていって9時。さあ、ここからバルーンつけて一気のトームを真ん中合わせていく形になると思いますが、はい。マルチ IT までこのバルーンで降り切りたいということでね。怪しいトルネード。これは届かなそうですけど、ホーミングか。ヒット。はい。ちょっと届かなくなりそうですね。ここは。手前で落ちてしまいました。タウンホールを狙うような突撃艦だったと思うんですが。これ中心部綺麗に壊せたら相当楽な配置だったんですけど、さあ、イーグルもなんとか落とすことができて、タウンホールまでどうでしょうね。ラストインビジブル。これは届かない。レイジも切れてますね。かける。一応かけてタウンホール触りに行きますが、これは失敗です。大工がないこれタウンホール。かかってないですね。壊れたんかな。なので、これタウンホール HP 削れた状況をキープできるというところ、これ、にしてもシンプルにきついっすよね。タウンホール残ってるところからのスタート。ウォールブレーカーここは入れていきつつ、援軍の方はね、タイタンでケアできるような形。防衛施設のレベルが低いので、この辺これ、タウンホール14なのかな。もうちょっと色の見覚えが14だよね、この色。そう、緑がね、モチーフの色なんで14だったと思うんですが、裏からウォールブレーカーつけつつ、ロイヤルチャンピオンとスーパーバーバリアン、スケルトンの呪文でモノリスとかのね、第1クロスのタゲを取ってますね。一応これでタウンホールの方にヒーローを向かわせられるような準備ができました。キングの方がタウンホールを先に落としてくれたりする。HP 削れてるしね。クイーン外行ってほしいけど。まあ。スーパーバーバリアンたくさん使って3時を突破試みてますね。ようやくロイヤルチャンピオンがモノリスされるような形になりつつ、クイーンは真ん中当然溶けていきます。外周部の方はバルーンが触ってくれて、フリーズ1枚とロイヤルチャンピオン能力がここで使わされていく。ディギーも溶けちゃってるからね。フリーズ1枚とスーパーバーバリアンがまだ2枚残ってるので、裏回収入れてきましたね。ロイちゃんがこれ止まんないかな。2連巨爆からのスケルトン出てきて、
あとは時間勝負って形ですが、ウィズ島の方もギリギリで落とせず。危ない。まあ元を考えるとね、突撃艦が失敗したところから始まってるので、ナイスリカバリーだったかなというところですね。まあ、先月はカズマくんがこの編成やってたんですが、今月はコマくんがやってますね。まあ、今月からの新入り ET さん、61タイタン。まあ、ET さんも結構攻め見てると、いくつかの編成をね、切り替えてやってるようなイメージあったんで、今後のアタックどういうやり方していくのか見たいところですね。さあ、バックアド天才、モノリス対1クロス2本、マルチ IT。防衛、これいくつタウンホール、いくつだこれ ?13 かな ?12 まで落ちないよね、さすがに。相当低い防衛施設来ましたね。天才のバリューがエグすぎるな、これ。こういうね、弱点配置はしっかりついていきたいですね。弱点のある配置は。4施設、5施設か。重要な施設、4施設巻き込むことができる天才ですからね。これ天才とシューターでもう勝負ありみたいなところあるんですが、そこに合わせていくのはエレクトロタイタンですね。まあ、ジャンピンかなじゃあ、キングネクロ、外周部歩かせつつ、この迫撃砲とかもタウンホール11なんじゃないかな。さあ、ミニウォーデンも来た。アイゴレ先頭に、ここはエレクトロタイタン。2枚目のアイゴレ時間差つけて進めていきます。さあ、いいアイゴレですね。1枚目作っていって、エレクトロタイタンしっかり入っていく。援軍がまだ出てこないところ。トームはまだ残ってるんですが、ここフリーズかけてからのレイジトームかな。呪文はもうここで全て使い切りましたね。タイタンがね、ビッグスケルトン援軍に強いので、簡単に処理をしてくれつつ、援軍触ってるだけでタウンホールのダメージが入ることですね。中心部さすがに火力も高く投石も2個あるところ、レイジターンも乗ってたんでね。ユニットは溶けていって真ん中クイーンだけという形になってきました。さあ、ここは早めのクローク。スケルトンに捕まる前にお伝蔵を壊したいっていう形ですかね。ガーゴイル通して、スケルトンを意識したガゴだったのか、赤バック解除を意識したガゴだったのか。あとはロイヤルチャンピオンが外周部回ってて、回収ウィザードも合わせる形ですね。フェニックスがずっと投石の竹取ってくれてるのめっちゃ強かったね、これ。ブーメランフィニッシュ GG と。最終的には3ヒーローになってっていう形でしたが、天才のバリューが爆発だったのと、真ん中火力高いところをタイタンで潰していくっていうね、HP の高いユニットで潰していくっていうやり方でしたね。ナイツ全開。はい、というわけでね、初戦は30対36と、ちょっと悲しいスタートにはなってしまいましたが、アタック自体はね、非常にいいアタック多かったんじゃないかなと思います。コマくんがね、ちょっと先月手違いで入れず、ET さんが先月、勝ち上がって、視聴者参加型のね、予選の方から勝ち上がって、今回ね、参加いただいてるっていうところでね、そこもちょっと注目ですね。はい、というわけでね、今回からクランリーグの動画続きますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。